雑談です。マシンガンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、もう早速本編に入ってしまいますが、あれですね、水道橋博士さんがやってる朝やんの、キングコング西野くんとマシンガンズ滝沢さんの回ね、煙突町のゴミ人間の回でしたけども、見ました言うの忘れてたね見ました。配信もやってますし、見逃しの配信もありますんでね、ぜひ見ていただきたいっていうのと、見ましたね。その前に、一つその前にというかその後の話をなんですが、その前に、中川家ザラジオショーにマシンガンズのお二人が、そこはコンビ二人で、出てたんですけども、そこで最後の最後に朝やん今日出ますっていうのを告知してましてね、たまたまというかね、僕はナイツザラジオショー、月木ナイツ金曜日中川家ラジオショーをほぼ毎日聞いてて、今週はずっとゲストがね、今週はっていうか、ゲストが楽しみで聞いてるんですけど、ラジオのゲストってすごく楽しみですよねっていう話がすごくそれてしまいますが、この間ももう中学生がね中川家のやつに出てた回は本当にあれを神回と言わずして何を神回というみたいな回でしたけども、でその中川家のラジオショーに、マシンガンズコンビで出てて、滝沢さんは昨日のプペルのあれにも出るので、いろいろネタの素材というかね、 YouTube を見たりして、情報は仕入れてたんですけども、相方の方はそういえば何をしてるんだろうっていうのがそこで語られてたんですね。で打ち上げの席でたまたまというかグループラインで今日出ますよっていうのを僕は知ってたんで、みんな知ってるかどうかわかんないから、一応書き込んでおいたら、上田くんが拾って聞いてたと。で打ち上げというか、終わってからご飯食べてる時に、その話になって、僕がたまたまそれ書き込まなければ上田くんも見てなくて、その本番でそういう発言もできなかったけどもみたいな話をしてて、そのラジオショーに出てた回を僕はすごく非常に残念に思ったんですね。上田くんは別にそこは気づかなかったって言ったんですけども、マシンガンズで中川家のラジオに呼んでいただいて出てて、コンビでね、そこで何を話してたかっていうと、それぞれ何をしてるかっていう話ですが、まず武田さんゴミ収集のあれをして本を出されて YouTube もそういうゴミの話をしてて、やってますと。でなんかね、何でしたなんとかサスティナブルなんとかみたいなので、直接小泉さんから直電が入るぐらいの活動をしてると。それ立派ですごいじゃないですか。で、一方相方の名前も覚えてないよ、もう言っちゃったは何をしてるかって言ったら発明をやってるね。その話、それぞれの話はすごく面白いんですよ。ゴミのね、ゴミ収集の活動の話もすごく面白いし、発明でこんな発明をしてるとか、ヘルメットの顎紐の部分って汚くないですか、それカバー作ったらどうですかみたいなところやったり、なんかいろんな発明をしてると。で、それをいろんなところに持ち込んでますみたいな話が非常に面白いんですけども、ところがね、コンビマシンガンズで中川家のラジオショーに出ていくのに、そこでコンビの活動はみたいな話になった時に、ちょっと2人で漫才をするモチベーションが今ないって言うんですよ。でも中川家にその話しちゃって
ダメじゃないですかって僕はそこでねすごくがっかりしたんですよね。だってせっかくコンビの活動が今なかったら、じゃあコンビで来た時に中川家ですよ、漫才の中川家に、モチベーションがないって言うんだったら、じゃあモチベーションがなくて、例えば舞台が立てなくてとか舞台の回数がなくてとかでもいいんで、中川家さんはどう今その漫才を作ってる、どういうモチベーションでもって作ってるんですかって聞けば、中川家の2人ですよ、それは何かしらアドバイスくれますよね。こうしたらいいんだよね、お互いのその面白い話をこうお互いの目線で語り合えばいいじゃないかとか、そういったアドバイスがもらえるじゃないですか。でじゃあそうですねって、そのラジオの出演の回ではそうですねで持ち帰って、でツイッターなり DM でもいいですよ、電話番号知らなかったら DM、 LINE 知らなかったら DM でもいいですよ。で、そのアドバイス通り漫才を作ってやりました、受けました、こんな風にやったらちょっと滑っちゃいましたみたいな報告があれば、中川家はいやね、あんなたまたまラジオのね席で言ったことがちゃんとやってくれてるんだって思えば、次またラジオショー呼びたくなるでしょうっていうか、普通中川家じゃなくてもどんな人でもね、そういう風にまたね声かけようって気になるじゃないですか。でもそこでなんか漫才やるお互いのね個人の活動が楽しくて2人でやるモチベーションがないんですよで終わってしまったら、次呼びますかって僕は思っちゃって、すごく残念だったんですよね。でこの間のもう中なんかはもう頼みもしないのに勝手にね、もう尻滅裂な僕中川家の漫才を書いてきたんですよって持ってきたら、こう内容がどうであれなんであれこう可愛いじゃないですか。でまたそのくだらないところ尻滅くだらなくないです、めちゃくちゃ面白かったんですけど、その漫才ね聞きたいからまた呼ぼうってなるじゃないですかっていうところが分かってないのかなって、その昨日のイベントを終えてご飯食べてる時に話してたんですよ。で今朝ですわ、その西野くんのボイシーを聞いてたら、チャンスに気づかない人みたいな話をしてたでしょ。聞いてるか聞いてないか分かんないですけど、してるんですよ。こうね、大概の人はそういうチャンスね、具体例を出した方がいいなっつって西野くんが言ってた具体例は、サロンの中でこんなこと考えてるんですけど誰かできないですかねって問いかけたら、僕やりたいですだけ言うと、いやそれはね、僕こんなことができます、これどうですかの提案をしてくださいよって案に言ってるのに、できますってやる気だけでもよくはないけども、やる気だけ表しても、じゃあ何ができんのってもう一言聞かせるのはもうすでにその時点でラストバストを放っているのに、それ受け入れてないよねっていう話をしてて、まさしくそのラジオショーねもうチャンスを逃してるんじゃないのかなっていうのが次の日ね、当然西野君はそのラジオショーは聞いてないと思いますけども、同じようにね時を同じねこう同じこと考えてんなって思って、その昨日の朝やんで僕もね後半というか延長戦でちょろっと出てるんですけども、そうね西野より先にいろいろやってたと、クラファンもやってた、 LINE の流出もやってた、それからフリーミニアムってフリなんでした、ただで最初提供して後々お客さん集まったらこう有料化にするみたいなこともずっとやってた、西野君より先にずっとやってたみたいなんで、まさかそのボイシーより先に同じことをね昨日のそれでもご飯食べた時でも言ってたかと思って、でもね僕はそこ反省してるんですよ。朝やんでちょこっとバーって喋って、俺が本当に聞きたかったのは西野おいお前ね俺のこと見てるだろうっていう答えをまだ聞いてないんですよね。あいつ見てるのかなでもそれは多分ねこう一生こう答えを聞かないまま
やっていきたいなって気がするんですよねっていうのを思っちゃったので、昨日の朝が非常に面白かったっていうのと、中川家ザラジオショーのマシンガンズの2人の下りはそれぞれ本当に面白かったです。ただやっぱりそこでね、漫才のモチベーションがないっていうことは言わずにというか、それは相談してアドバイスもらってこんな漫才ができましたっていうのを中川家の2人に見せるのがいいんじゃないかなって僕は思って聞いてましたんで、ラジコで聞けますし、煙突町のゴミ人間朝やんねボル Q は見逃し配信で見れますので、ぜひね両方見ていただきたいなと思います。といったところでちょうど時間となりましたね。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。